今日は割とオーソドックスなネイチャーアクアリウム流木で作ろうかなと思うんですけど、一応、コンセプトというか、最初のアイディアみたいなところがあって、これ南アフリカ行った時に自分で撮影した写真なんですけど、単純にこの石すごい特徴的だなと思って、この背景にこの自然がある中でかなり大きい石がドーンと、川の真ん中に横たわってて、これ結構印象に残ってるんで、これを再現していこうかなと思ったんだけど、今回は再現っていうよりもただこれをオリジナルのアイデアにして、そこからオーソドックスなネイチャーアクアリウムに派生させていこうかなっていうのが、あとは作りながら説明したいと思います。いや、流木置いてからですよ。新しく発売になったアマゾニアバージョン2のパウダーを使おうと思うんで、流木置いてからパウダー巻くんで、今ちょっと薄めに敷いてます。この上にパウダーが乗る感じですね。今日下草久しぶりにショートヘアグラス入れようかなと思うんですけど、ショートヘアグラスと、ヘアグラスもなんですけど、あの辺りよく見ると低床の中にランナー伸ばすんですよ。でソイルが細かい方が綺麗に成長します。なのでパウダーとヘアグラスは非常に相性いいんでおすすめです。一石だけ大きい石あるんですけど、見た目のイメージですねのために一石だけ入れようかなと思ってます。石から入れようね。最初は写真の通りもうちょっと石を際立たせて、実はブランチウッドを細く入れて、もう本当石がドーンと真ん中にある感じにしようかなと思ったんだけど、オーソドックスなネイチャーアクアリウムが作りたくなったんで、今回存在感のある一石をどう自然に入れるかみたいな感じで方向転換して考えております。シンプルにクリプトとかアメティアスとか入れて、多分それらが育ってくるとこの石をどんどん中和していって、自然だけどこの石の力強さも感じるっていう、面白い構成になるかなって。最初は割ともう写真の通りに化粧砂にしてこの石ドンって置いてやったら面白いかなと思ったんだけど、面白くはあったんだけど、オーソドックスなネイチャーアクアリウム今回作りたくなっちゃった。前は結構考え込んで構図組むことも多かったんですけど、今割と考えずに組みたいなっていう
ターンに入ってきてる感じですかね。でまあそれが割とできるようにもなってきたかなっていうかところで、まあ、今回まあ1回仮組みしてるんですけど、まあ、仮組みの時も割とポンポンと組んだ感じではありましたね。あとはオーソドックスなネイチャーカリウムってやっぱり水草が主役だから、流木工事でオーソドックスなネイチャーカリウムを作る時っていうのは割ともう水草が何とかしてくれるというか、大体大まかなバランスが良ければいい感じになると思います。いいかな、いい気がしてる。後ろは有形層ですか？そうですね。じゃあもう少し土を。そうですね、重ねていってもらっていいかしら。はい、パウダーです。モゾニアバージョン2のパウダー新発売。新発売とか言うとちょっとセールしすぎるか。まあ有形層の茂みにするんだけど、このタイプで後ろにエキノドルスミックス入れることってあんまないなと。まあ多分理由は単純に茂みの中にエキノドルスがあるとトリミングしづらいっていうのがあるんだと思うんだけど、まあでも手前の方に入れといて傾斜の中からエキノドルスが出るっていう構成にすれば全然悪くはないかなと。ちょっと今回それやってみようかなと思います。だからポイントでエキノドルスミックスを入れて、あとは全体有形層ミックスをミキサーで作ります。これもゼロと、これは、レッドルじゃないわ、ジョーユレットスター。ジョーユレットスター。ここね、迷ってます。正直狙って開けてるわけじゃない。彼はまあ狭いところによく見ないとね、正論ロタラだけになっちゃったりするんでねよく見ててもなりがちなんだけど、なるべくそれを回避したいですね。あれか、ポイントとしては後でアベキサの間にソイル巻きます。これセミナロです。あんまり使わないけど。落ちそうなとこはやっぱりドタイトで止めなきゃいけないですね。まあ、ここまさに落ちそうなんだけど、中継はね前景と背景のつなぎなんで、そのつながり感を軽減しますね。有形層が上がった時に、まあ、下茎の隠れ具合です。あとはその中継の自然感だと思います。
石を下ろしすぎない方がいいかなと今回は思います。ちょっと石の存在感があります。結局クリプトとかでもある程度覆われて今よりは足を厚くなると思うんですけど、今は多分シダを石の周りに置きすぎるとちょっと最終的につまんなくなっちゃう。私は割とアクセルロッチ使うんですけど、私のイメージとしては成長割と早い、いい程よいサイズ感になる、色がなんていうんですかね、茶色も出るし緑も出るっていうのがなんていうか綺麗だなと思います。あと今ちょっと下足りなかったんだけど、ここに下足すんですか後で出します。つなぎのつなぎって感じですね。ショートヘアグラス、通水が悪いぐらいの方が好きだったりするのかもしれないですね。クリプトもそうですね。どうなんでしょう。経験値としてパウダーの方が綺麗に育つという。グロッソとかなんだろう、植えやすい下草だったらまあいいんですけど、キューバパールとかウォーターローンとかだと顕著に多分パウダーの方が植えやすいかなと思います。こういうとこにこのできてる穴に霧吹きかけると馴染んで浮かなくなってくると思います。いいんじゃないですかね、これは。すごい仕上がりが楽しみ。トリミングがちょっと難しい。今日はフェスまであと1ヶ月、3週間ぐらいなので、最後の有形層のトリミングですね。有形層を長持ちさせるんであれば深く切ってあげた方がいいんですけども、今回は見頃を合わせるトリミングなので、3週間で上がりきるような長さで切ってあげます。若干水面について、オーバーハングする手前ぐらいを予想しています。最初に後ろでラインを決めて、その次に、前から見た時のラインを決めるっていうような流れで切ってます。後ろのラインが決まったら、私は水槽の前に来て切るんですけども、っていうのも有形層のこの下茎の状態の確認っていうのと、構図、流木とか石とかに対しての、傾斜どれぐらいつけるかっていうのと、そのシダに対してのつながりですね、有形層のそういったところも意識して前面への傾斜をつけるようにしてます。プロシザーズのショートカーブですね、選んでるんですけども、ウェーブとか万能なので、1本持っておいてもいいんですけども、広い面積を切るときはやっぱりショートが私は好きです。ノーマルのストレートタイプでもいいんですけども、カーブしてる方が、切る接地面が若干少ないので失敗しにくいっていう
本当に急いで切りたいときは、ショートストレートですね。後ろから立ったときにこっちの山を切るのって低いところからこっちっていけるんですよ。なんですけどもこっち側切るときって低いところから切りづらいので高いところから切るんですけども、この構図こっち側が重いので、まあ有形層の範囲も広いんですけども、こっち、軽い方ですねは、セオリーだとこっちの有形層の高さよりも若干低い方がいいとされてます。なので先に、高い方から切ったとしてこっちより高くなってしまうとバランスが良くないので、右利きの人は切るとちょっと注意した方が低いところからこう上がっていくように切れれば左利きだったらいいんですけど、右だとやっぱり難しいので、このつながり小指点のつながりの部分にしっかりとつなげるように切らなきゃいけないので、ここをしっかり頭で思い描きながら切るっていう作業に出てきますね。こっちだとクリプトポリで中継層まで有形層がこう壁のようになる場合もあるんですけども、そうした時はもうなおさら、手前の傾斜を強く切ってあげないと有形層の下茎がスカスカになってしまって完成した時にあまり見栄えが良くないので、その点を注意して切ります。ネイチャーアクアリウムで長期維持する際に大事なのが、他の水草との干渉具合ですけど、このぐらいの葉っぱの大きさなんですけども、もっと大きくなるんですよ。大きくなった時にガラス面にビタッとついてしまってこう葉っぱが曲がってしまったりとか、ショートヘアグラスが植栽されてるんですけども、これらに影を作ってしまって育たないということがあるので、それもそれで一つの自然観の演出ではあるんですけども、基本的には、管理する中で他の水草へのこの光の阻害とかそういったものがあるようだったら切るようにしてます。クリプトとか切るときはウェーブが私はおすすめです。石を置いてれば石が緑くなってくるので、それなんかをするたり、あとは、黒ひげゴケですね。この水槽はついてないので今回、やりませんが、今回大きな石が、一つだけ置いてあるのでこちらを干していきます。使うのはノーマルのプロブラッシュです。プロブラッシュハードもあるんですけども、プロブラッシュハードで満点石とか山や石、散水石こすってしまうとこう白く光ってしまうような輝きが出てしまうので、基本的にはノーマルのプロブラッシュで擦ります。こすった直後のこの色味よりも若干苔むした色味の方が自然感があるので、今はまだフェスに3週間ぐらいあるので結構ピカピカに磨いてしまいます。でフェスの3日前ぐらい4日前ぐらいになってからもう一回このぐらいでこすってあげて、フェスでちょうどこう若干苔むした感じで、お客さんを迎えるっていう形になると思います。先にくぼみとかこすりづらいところをこすってあげて、その後に磨きやすいところをこすってあげた方が全体的にバランスの取れた石こすりができると思います。
んなに1ヶ月ないもんね。OS ラインがいいかどうか。そうです。いいんですね。いいと思います。もう気持ち手前。どうした方がいいかな。落ち際ですか。うん。わかりました。この